この剣、この鎧、この翻るマント、生成 AI サービスハイテム 3D がバージョン 2.0 になって質感のレベルがぐっと上がりました。金属は硬く、布は柔らかく描き分けてくれる。修正なしでそのまま 3D プリントしてこの仕上がりです。さらにブレンダープラグインも登場。今日はこの2つを実演で検証します。こんにちは、東京九段工作ラボにようこそ。今回は画像から 3D モデルを生成できる AI3D サービスハイテム 3D の最新版バージョン 2.0 とブレンダープラグインをご紹介します。このチャンネルでは過去にもハイテム 3D を紹介しているので、基本的な使い方はそちらの動画も参考にしてみてください。今日は新しく登場したブレンダープラグインの使い方とバージョン 2.0 で進化した造形クオリティ、この2つを実際に作りながら検証していきます。この動画はハイテム 3D さんの提供でお送りします。まずバージョン 2.0 で何が良くなったのか、大きく3つあります。1つ目、素材の書き分けです。金属は硬そう、布は柔らかそうに一つのモデルの中でちゃんと質感が変わるんです。2つ目、見えない部分も綺麗。マントの裏側とか底面とか見えないところまで自然に仕上げてくれます。3つ目、色がそのまま出ます。元画像の光や影を取り除いてくれるので、プリントした時に色が安定します。では実際にこの進化を確認しながら作っていきましょう。今回作るのはファンタジーの定番アーサー王です。アーサー王物語ご存知ですかね。円卓の騎士とかエクスカリバーとか出てくるお話です。物語自体は知らなくてもエクスカリバーとか円卓の騎士って言葉どっかで聞いたことあるんじゃないでしょうか。なぜアーサー王なのか。剣、鎧、マント、岩、柔らかいものと硬いものが一つのモデルに混在している。バージョン 2.0 の書き分け能力を試すには最適な題材かなと思いました。さて、おなじみナノバナナでアーサー王のイメージ画像を作っていきます。今回はハイテム 3D の複数視点から 3D への機能を使いたいので、4つの角度から見たアーサー王を作っていきましょう。もちろん1枚画像でも作ってくれるんですけれども、より自分のイメージに近いものを作りたい場合は複数視点の画像を用意するといいと思います。写真であれば前後左右いろんな角度から撮れるなら撮った方がいいかなと思います。さて、その画像をアップロードしてモデルバージョンは 2.0、 解像度は 1536p3 のプロ、生成タイプはジオメトリとテクスチャで生成していきましょう。ちなみに1回生成してなんか違うなと思っても3回まで無料でリトライできます。1回でできなくてもがっかりしないで最低3回は試せるって思うと気が楽ですよね。できました。見てください、この完成度。マントの柔らかさとこの鎧の硬さと岩のこのゴツゴツ感、すごいですね。さて、データ上は完璧です。でも私たちの本番はここからですよね。実際にプリントしたらどうなるのか見たいですよね。では印刷していきましょう。印刷はバンブーラボの A1 ミニで行いました。生成 AI で作ったモデルってサポートの取り方まで考慮されていないので、どうしてもサポートがたくさん出てしまうんですよね。しかも壁が薄かったり細い部分があったりするので、ペンチやニッパーだと力をかけすぎて折れちゃう場合があるんです。そういう時は超音波カッターでゆっくり切っていくのが有効です。メーカーズの超音波カッターはコードレスなので取り回しも楽でおすすめですよ。見てください、この仕上がり。修正作業なしで生成直後のデータでここまでプリントできました。ディテールを見ていくと、マントのこの柔らかい翻りの様子、布の質感、ドレープの自然な流れ、これすごくないですか。でマントの裏側も前のバージョンでもスライサーにそのまま彫り込めるレベルだったんですけれども、バージョン 2.0 でさらに質感の表現力が上がってると思います。硬いものですね。剣エクスカリバー、このエクスカリバーの絵の装飾とか金属らしい質感も出てますね。で鎧も
もすごいこう鎧の装飾のディテールとか布の対比とかはっきり出てます。エクスカリバーはエクスカリバーだけで印刷してみました。すごいしか言えないっていうボキャブラリー少なすぎ感がありますが、すごいですよね。このチャンネルでは 3D プリンターの分かりやすい解説や生成 AI による 3D モデリング、そして 3D プリントをもっと楽しむアイデアを発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録をして一緒にものづくりを楽しんでいきましょう。では次にブレンダープラグインを見ていきましょう。これ待ちわびてた人多いんじゃないでしょうか。ハイテム 3D って精度が高いのでそのまま 3D プリントする人も多かったと思います。私もそうでした。でもこの面をもうちょっと滑らかにしたいなとか、もう少しエッジを効かせたいという細かい修正やりたくなりますよね。そうなるとブレンダーに取り込んで編集するんですが、サイトからダウンロードしてインポートしてこれが地味に面倒でした。それがブレンダー内で直接生成してそのまま編集に入れる。これは制作フローの革命ですよ。インストールはすごいシンプルです。ハイテム 3D のサイトで ZIP をダウンロードしてブレンダーにインストールするだけです。ではやっていきましょう。ハイテム 3D のサイトに上のメニューにプラグインがあるので、ここでブレンダーを押してください。そうするとブレンダーのプラグインがダウンロードされてきます。そしてブレンダーを開いてください。編集ですね。で、プリファレンスを開いて、そこのアドオンでさっきの ZIP をインストールしてください。これだけで完了です。私はもうインストールしてるんですけれどもね。このプラグインはサイドバーに表示されます。3D ビューポート。キーボードの N ボタンを押してください。左側に細長いタブが現れますので、ここにハイテム 3D モデルマネージャー、ハイテム 3D モデルジェネレーター、ハイテム 3D テクスチャージェネレーターの3つのタブが出てくるはずです。じゃあやっていきましょう。ハイテム 3D モデルジェネレーターを開いてもらうと、アクセスキーとシークレットキーが入れるところがあるんですね。そう。ここ大事なんですが、API キーが必要になってきます。API キー。どこで取るのっていうと、さっきのハイテム 3D のページに戻ってもらいましょう。ここで API のボタンを押してもらうと、このページにやってきます。API の管理ページですね。そして、ここで GoTo Console っていうのを押してもらいます。そうすると API キーがまだない状態の場合は、ここで Create キーを押してもらいます。Create は New API キーで、ここで適当に名前を入れて Create します。で、そうすると、ここでアクセスキーとシークレットキーが出てきます。この時に必ずコピーして、どっかに貼り付けておいてください。API のキーのクレジットっていうのが、ハイテム 3D のプランとはまた別になってます。なので、ハイテム 3D で、実はプロプランを使ってるよって言っても、API キーは別課金になるんですね。API キーのクレジットを買わなきゃいけないんです。だけど、無料で200クレジット使えますので、見といてください。なので、まずはこの200クレジットでブレンダーのプラグイン試してみてください。では、ここでさっき取得したアクセスキーとシークレットキーを入れていきましょう。このアクセスキーとシークレットキーは人に取られないようにしてくださいね。取られちゃうと勝手に課金されちゃうので、アクセスキーとシークレットキーを入れたらコンファームを押してください。コンファームを押すと、ここにイメージ to 3D とマルチビュー to 3D が使えるようになっています。モデルタイプポートレートも使えますね。マルチビューを使ってみましょうか。今日はですね、ナノバナナで作った編みぐるみクマさんを作ってみたいと思います。編みぐるみクマさんはこれですね。クマさんの三面図を入れていきました。では、これでジェネレートしていきましょう。クマさん、できました。編みぐるみクマさんのこの編み編みとした様子、すごいですよね。今日はア
アーサー王の出来栄えを通じてバージョン 2.0 の凄さをご紹介してきました。バージョン 2.0 で作った他の作品もお見せしますね。馬に乗った天使です。これショート動画でもご紹介してるんですけど、すっごくないですか？この馬の質感とか、あと天使の羽のディテールの細かさ、バージョン 2.0 がどれだけすごいかっていうのはこれを見ていただけると伝わると思います。そして今日ご紹介したブレンダープラグイン制作フローの革命が起きました。これを使えばものづくりがもっと楽しくなっていくと思います。ハイテム 3D でこんなもの作ってますとか、こんなもの作りたいなっていう報告すごく嬉しいです。ぜひまたコメントで教えてください。そしてハイテム 3D 使ってみたいなって方は概要欄のリンクから新規登録していただくと100クレジットもらえますので、ぜひそちらから登録してまずはこの100クレジットで何か作ってみてください。もしこの動画が参考になったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもの編集後期です。最後にちょっとだけお話しさせてください。皆様いつも応援ありがとうございます。おかげさまでこの東京九段工作ラボのチャンネルの登録者数が1万人を超えました。ありがとうございます。振り返れば3、4年前かな、最初に登録したのはレイズ 3D Pro 3というおよそ家庭用とは言えない業務用機種の 3D プリンターの紹介動画でした。そこから今日まで 3D プリンターの世界は劇的に進化しました。精度は上がったし、価格は手頃になったし、誰でもものづくりに挑戦できる時代が来てます。私自身その進化の楽しさに魅了された一人です。このチャンネルは手を動かして何かを作る楽しさを共有したくて東京九段工作ラボと名付けました。最近は特に 3D プリンターと生成 AI の掛け合わせにすごいワクワクしてます。で、私は普段は平日にエンジニアとして働いているために工作をしたりとか撮影したりとか台本書いたりとか編集したりとかっていう動画制作は夜間や休日が中心です。でもっと紹介したいっていうネタは本当に山ほどあるんですが、どうしても月に数本が限界で、それでも続けてこられたのは皆様からの温かいコメントがあったからです。ありがとうございます。1万人という節目を迎えられたのは間違いなく見てくださる皆様のおかげです。本当に本当にありがとうございます。これからもこのようなペースにはなってしまいますが、新しい技術のワクワクを届けていければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。